皆さんこんにちは、チースタジオです。よろしくお願いします。今回の動画ではテスラのモデル Y、ジュニパーロングレンジモデルが納車されて半年くらい乗ってみてのリアルな感想というかレビューをお話しできたらなと思っています。あっという間の半年で約1万キロ程度走ったんですが、良かったところだったりちょっと困ったなと思うところなどについてお話をできたらなと思っています。過去の投稿では納車の動画だったり追加で購入したアクセサリーなどの動画もあるので、ぜひそちらもチェックしていただけると嬉しいです。そして皆さんからのテスラに関する質問なども募集しておりますので、もしよければお気軽にコメントで質問していただけたら嬉しいなと思います。このチャンネルではカメラのある暮らしをちょっと素敵にをコンセプトに機材レビューや作例紹介、あとは 3D プリンターで作ったカメラアイテムをお届けしています。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひチャンネル登録していただけると励みになります。まず良かったことについてお話をしたいんですが、良かったところについては細かいところも上げるともうかなり多くて、特定の機能なんかも上げるととっても動画が長くなってしまうので、今日は特に気に入っているところについてなるべく絞ってお話ができたらいいなと思っています。結論的な私のレビューを一言でお伝えをすると、車で移動するという行為が本当に快適でとっても楽になったなと思っています。テスラのモデル Y を納車して半年も乗ると、このミニマルな洗練されたデザインだったりとか先進的な機能だったりみたいなところがもう日常になりつつあるわけなんですが、次も車を乗り換えるならもう絶対にテスラがいいなとすでに思っています。そして初めての車だからこそ1台目にはテスラを選ぶといいんじゃないかななんてことも最近は思ったりしているくらい、充電環境に問題がなければおすすめしたいなと感じています。テスラと聞くと加速がすごいとか、あとはカメラが車全体についているとか、アップデートで新しい機能が入ってくるなどあるとは思うんですが、このあたりは次世代の車や EV としての正当な進化だとテスラを乗っていてとても強く感じますし、次世代のスタンダードになるべきだとも思います。そして当然のようにドライバーにとって嬉しい機能の追加やアップデートがどんどん行われているっていうところもテスラの魅力だなと思います。もうこれだけで購入の決め手になる人は多そうだなと思っています。将来もしかしたら日本でも FSD、フルセルフドライビングでハンドルを握らずに自動運転の車に乗ることができるようになるかもしれないっていうような、そんな機能開放を待つワクワク感もテスラオーナーとしての楽しみの一つですよね。そんな私がテスラモデル Y ジュニパーに半年間乗ってみての感想としては、車での移動ってこんなに楽だったんだなっていうことです。もちろん FSD にはかなり期待をしているので、日本にも早く導入されないかなと思っています。テスラさん、モデル Y のジュニパーを買っていてよかったと思える FSD の解禁待ってます。さて、ここからは私がテスラを買ってよかったなと思うことを何個かお話ししようと思います。まず一つ目は走行時の静粛性がとても良いということです。私はいろんな車に乗ったことがあるわけではないんですが、テスラを運転していて日常的に思うこととしては、とにかく走っていて静かだなっていうところですね。今まではエンジンの音だったりロードノイズのようなものが車内に入ってくると結構耳障りだなと思ってしまって、必ず音楽をかけて運転をしていました。ただモデル Y は不快だと感じる音がとても小さい、少ないので、音楽をかけなくても快適にゆったりと運転ができるのがいいなと感じました。走行中も車内が静かなので、職場仲間とドライブをする時も会話がしやすいです。そして2つ目は収納として荷物をたくさん載せることができるというところです。荷物を多く載せられるだけだったら大きな車であればあるほど荷物は多く載せられるとは思うんですけど、テスラの場合は収納として整理した状態でたくさん荷物を載せられるというところが魅力です。トランクだと大きな空間以外に左右にくぼみがあったりとか、あと前と後ろにも収納するスペースがあったりします。そしてフロント側の収納は水を抜くドレインがついていて、
汚れたものをそのまま洗ってしまったりとか、収納スペース自体をそのまま洗えてしまう安心感もあります。例えば私の場合ですと、撮影の機材を積んで動くことが多いので、この左右のくぼみには三脚など長いものを入れてしまっています。真ん中のこの下ですね、この下には私が使っているベッドがちょうどぴったりと入るので、そこにベッドを入れたりとかもしています。そして前のフロント側の方には洗車用のグッズを入れたりとか、車中泊で使うサンシェードなんかを入れたりしています。車内のスペースもしっかり確保されていて、運転席と助手席の間のコンソール下にはかなり深い収納があります。そして私は乗馬さんのモニター下の収納を追加していて、ここにもサングラスだったりちょっとした小物を置いています。この周辺はいろいろとグッズを買い揃えて快適になるようにしているので、よかったら過去に公開している動画も見ていただけると嬉しいです。そして3つ目は車中泊が快適というところです。EV の特徴は何といっても電気なのでエンジンがないことです。ですので車両を離れる時であってもエアコンをつけておくことで室内の温度を保つことができるのは一つの魅力かなと思います。テスラには空調を保持する機能、ペットモード、あとはキャンプモードなどで空調をつけておくことができます。この機能を使うと車中泊が快適になりますし、ペットなんかを飼っている方にもおすすめできると思います。そしてこのエアコンがあるおかげで車中泊も快適に過ごせます。リアを倒せばフラットになりますし、そこにベッドを敷いてしまえばもうそこで寝ることができてしまいます。私だと大の字で足を伸ばして横になれますし、よっぽど背が高いとか体格がいいっていう方じゃなければ、問題なく寝られるんじゃないかなと思います。ただこのシートを倒したとしても本当に真っ平らになるっていうわけではなくて、若干後部座席の方の部分は傾斜しているので、気になる方はもしかしたら気になるかもしれないなとは思います。あとは車中泊が快適だなと感じるのは、リアのモニターやフロントのモニターを同期して YouTube や Netflix を見られるっていうところです。車中泊の夜なども少し映画などを見てから寝たいとか、車の中で非日常を体験できたりとか、リラックスしてドライブの疲れを癒すことができるのがポイントが高いなと感じます。リアにもモニターがあるのが結構便利で、ほとんど後ろに人を乗せることがない私でも車中泊をするっていう時はリアのモニターで YouTube を見たりとかできるので、そういった部分が便利だなと感じます。車中泊ができる安心感があるおかげで、かなりの長距離での移動でも最悪仮眠を取ればいいやみたいな感覚にしてくれるのも快適だなと思うポイントです。そして4つ目が、想像よりも充電が気にならなかったっていうことです。これは納車後のタイミングでもお話はしたんですが、私は自宅充電がないので、基本的にはスーパーチャージャーで毎回充電をしていて、毎回だいたい30分程度の充電をしています。この30分っていう時間が長いと思われる方は多いのかなとは思いますが、私は充電時間が長いことに対してはあんまり気になっていないなっていうような感じです。長距離運転をしても今のところは充電がなくなりそうで不安になったこととかはありません。スーパーチャージャーの近くにはコンビニがあったりとか商業施設があったりなどの場所も多いように感じるので、充電がてらちょっと体を伸ばしたりとかお手洗い休憩をしたりなどをすればすぐに時間が経つなと思ってしまいます。日常的な充電の時は本を持って行ったりとか、見たかった YouTube とか Netflix を見たり、あるいは日記を書く時間などにしているので、日常の習慣を充電中にこなすなどのこともできるのかなと思っています。もちろん充電時間が短いに越したことはないとは思いますが、その時間が退屈だったりとか苦痛になることは今のところ一度もありません。もしかしたら充電ステーションが空いてないなんて場面に遭遇することがあるかもしれませんが、きっと茶でも充電器が出たりとか、もっとスーパーチャージャーが増えたりとインフラが整ってくれることも期待できると思っているので、今のところあんまり心配はしていません。
そして良かったこと5つ目は、ドライバーへ安心感を与えてくれる機能だったり便利な機能がたくさんあるということです。駐車中も360度周りの怪しい動きや衝撃を監視してくれるセントリーモードがついていること、あとはスマホやエアコンの操作や撮影した映像の確認、トランクの開閉ができるというところ、スマートフォンの置き忘れ防止機能でスマートフォンを車内に置きっぱなしで車を離れると音で知らせてくれる機能がついているということ、鍵を持たなくてもスマートフォンやアップルウォッチで鍵を開け閉めできたり、そのまま走り出せるということ、あとは大きな画面でナビを操作したり、スマホからの共有でナビをセットできるということ、オートパイロットで楽に高速道路を移動できることなどなどの機能はめちゃくちゃいいなと思っています。最近の車だと同じように搭載されている機能もあるとは思いますが、テスラだからできるアップデートの頻度の高さだったりとか、電気自動車だからできる機能だったりもあるので、総合的に車としての快適さが上がるように感じます。最近ですと青信号を検知して音が鳴る機能が追加されたりもしましたが、こんな機能もできたんだみたいな驚きのアップデートがあるのもこの車を好きになれる理由です。そんな感じで今後もたくさんアップデートで快適になると思うと、とっても嬉しい気持ちになります。こんな感じでとっても気に入っているモデル Y ですが、せっかくなので少し気になっているところも少しご紹介できればなと思います。一つ目がエアコンが若干うるさいなと感じるところです。テスラはやっぱり車内が静かなので、その反面、どうしてもエアコンの音が気になってしまいます。3段階のうち一番小さいローモードでも結構音を感じるので、ローよりもさらに小さい音での空調を動かしてほしいなと感じてしまいます。特に信号待ちとかで止まってしまうと動いてるなと感じちゃうので、結構私は気になってしまいます。2つ目は車幅問題です。といっても車幅で本当に困ったのは1回だけです。急遽立ち寄った都内の駐車場の地下がまさかのパレットタイプの駐車場で、横幅よりも狭くって止めることができなかったっていうのを一度経験したことがあります。その時にしっかりと明確にテスラってやっぱり横幅が広いんだなと思いました。私はなるべく駐車場を調べてから移動するタイプなので、それ以降は今のところ止められない駐車場に入ってしまったっていうことはないです。3つ目はスーパーチャージャーの利用は意外と安くないんだなと思ったところです。電気自動車だと安いのかもしれないと購入前は思っていたんですが、車中泊などで使っているなどの、要因もあるとは思いますが、意外とかかっているなという印象でした。ガソリン代で換算するとリッターあたり25キロ前後になるというのを見たことがあるんですが、同じようなサイズの車のハイブリッドなどと比べるとちょっといいのかなと調べていて思いました。テスラのアプリでもガソリン車と比べて燃料代をどれぐらい節約できているのかというのが見られるんですけど、だいたい 25% 前後節約になっているようなので、感覚としても合っているのかなと思いました。でもそれが気にならないくらい魅力的な機能がテスラにはあるとも思っています。現状私は自宅充電があるわけでもなくて、スーパーチャージャーでの充電もあまり困ってはいないので、今後もスーパーチャージャーをメインで使っていこうと思います。ということで、半年レビューとしてテスラを乗ってみての正直な感想をお届けしました。私はスポーツカーとかもっともっといい高級車を運転したことがあるわけではないので、乗り心地とかハンドリングとかについては語ることはできないんですが、私が運転している限りではとっても静かで運転がしやすく、車内も快適な車だなと思っています。もちろんすでに終売が決まっていますが、モデル X とかモデル S、 その他の車も機会があったら運転してみたいという気持ちはありますが、今はこのモデル Y ジュニパーにとっても満足しています。今年の夏はいろいろと出かけたり、またアクセサリーとかも増やしてアウトドアなどもしていきたいと思っているので、これからもこのモデル Y とともに YouTube 撮影なども頑張っていこうと思います。
また皆さんからのテスラの質問にも答える動画を作れたらなと思っているので、ぜひコメントで質問をいただけたら嬉しいです。それでは今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録いただけると励みになります。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ登録いただけると励みになります。それから写真やものづくりに関する情報は SNS でも随時発信していますので、よければそちらもフォローいただけると嬉しいです。今後も写真や制作の裏側などをシェアしていきますので、ぜひチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。